どうもこんにちは。 YouTube で主にゲーム配信をやっている大だらです。今日はライブ配信とスーパーチャット、スーパーステッカーの収益化についてお話しします。動画編集ってものすごく時間がかかるんですよね。数時間とか普通にかかっちゃって、だけどライブ配信だったらライブでやったことが全部そのまま動画として残るので、動画編集にかかる時間がいらないっていうのが自分にとってのねメリットかなと思ってまして、それがライブ配信を始めたきっかけになります。動画とライブの違いについてなんですけど、一番は視聴者とコミュニケーション、交流ができることだと思ってます。ゲーム配信においてのことなんですけど、まず一つが視聴者と交流しながら相談しながら進めたいもの、そして2つ目が、長時間の尺になったりするもので、あと3つ目が視聴者と一緒に遊べるものですね。ゲームしながら視聴者がああだこうだとかいろいろとねアドバイスをくれたりとか、ね、うまいとかそういった声を、生の声が聞けるっていうのが見てる視聴者の方にとっても楽しいと思いますので、交流を取るってことが一番活用するヒントであるかなと考えてます。コンテンツ戦略はいくつかあって、まず1つ目がサムネイルです。ライブ配信を、するときに同じサムネイルを使い回している人っていませんか？視聴者にとってライブ配信を見返すとき、アーカイブで見返すときに同じサムネイルがずっと連なっていると、見たいライブ配信がどれか分からなくなることってありませんか？それをなくすためにはやっぱりサムネイルの変更が必要であると思ってまして、もちろんライブ中のねライブをね見てもらいやすくする、見つけてもらいやすくするためにもサムネイルのね更新、毎回の更新は必要であると考えてます。2つ目は再生リストです。なんかライブ配信で再生リストって思う方もいるかと思うんですけど、やっぱりライブ配信であってもアーカイブなどは重要だと思ってまして、継続するライブであった場合のは過去の内容を把握していないと次のライブの視聴につながらないことがあると思うんですよ。なので、再生リスト、過去のアーカイブ再生リストはここですよっていうのを、ちゃんと明示的に示しておくことで継続する視聴につながっていくのかなと僕は考えています。コンテンツ戦略について、3つ目、これが最後になります。これは配信はゴールを決めて配信すること、要は目的を決めて配信するということです。視聴者にとって配信がどこまで続くのかなってわからないと途中で見るのをやめちゃうってことがあると思うんですよ。だけど明確なゴール、どこまでクリアするまでとか勝つまでとか、そういったことを決めておくと視聴者は長く見てくれて、かつ新しく来る人も目的が分かっているので、新規の視聴者もつながってくるのかなと考えてます。継続のコツなんですけど、ライブ配信の時間を決めることがいいのかなと思ってます。例えば毎週木曜日と、日曜日の週2回19時から配信するよだったり、毎日何時から配信するよとか、そんな風に時間を決めておくと視聴者にとってももちろんね自分にとってもやりやすくてとてもいいと思ってます。最初はスーパーチャットをつけていいのかなってすごく悩んだんですよね。だけどなんかつけてみると案外視聴者には受け入れられました。僕がやっているのはスーパーチャットをしてくれた方の名前を読み、そしてしっかりとそのスーパーチャットのコメントを読み、しっかりと感謝することを意識しています。さきちゃんさん、スパチャありがとうございます。誕生日おめでとう。これからも応援してるよ。ありがとうございます。もう一生ね、俺だけ応援してる。僕経験あるんですけど、スーパーチャットをした時に、特にスーパーチャットのコメントも読んでもらえず、名前も読んでもらえず流されたことが何度かあるんですよね。そういった時にね、そういったちょっとそれとやっぱ落ち込んじゃったので、他の人にはそういった気持ちにさせないように、僕がしっかりとスーパーチャットしてもらった時は、名前を読んでしっかりと感謝するようにしてます。ライブ配信は視聴者と直接コミュニケーションを取れる手段の一つとなります。皆さんもね、気軽にライブ配信試してみてください。